2022年、東方アルカディアレコード、コーマ城レミリアヒーロの交響曲、幻想のバルキューレ、などなど東方プロジェクト二次創作神ゲーが盛んな年だった。どれも東方プロジェクトを盛り上げた素晴らしい作品ですよ。そして2023年、さらに盛り上げてくれるであろう作品があるんだよ。今回はそんな2023年東方プロジェクト二次創作ゲーム情報をまとめて紹介していくぞ。一体どんなゲームがあるか楽しみすぎるのでよろしくお願いします。それでは早速授業開始だぜ。それではまずはじめに紹介する2023年期待の作品一つ目は、ケイブが手掛ける東方プロジェクト二次創作ゲームだぜ。おお、超絶楽しみな作品の一つ。そういえば、まだタイトルは出ていないんですか？調べてみたけどおそらくまだ出ていないようだな。ケイブは、ドドンパチシリーズや、虫姫様決意から絆地獄たちから、ゴシックは魔法乙女からさっさと契約しなさいからなどなど、多数のアーケード弾幕シューティングを制作しているゲームメーカー。敵弾が画面を埋め尽くす弾幕シューティングを広く広めたのがこのケイブなんだよ。実はズンさんはかつて東方コーマ教のおまけテキストにてケイブなどのアーケード弾幕シューティングについて語っていたんだ。それがこちら。昨今の市販及び同人のシューティングの出来は、あくまで静かにですが、一昔前では考えられないくらい進化したと思います。しかし、弾幕 STG に限って言うと、私にとってはどうしても納得のいかない方向に進んでいるように思えます。その大きな要因は、難易度のインフレ、弾が多いだけのもの、派手で綺麗だけど見づらいエフェクト、弾避けを考慮に入れない斬新なシステム、あたりだと思っています。ゲームとして面白い場合も多く、それはそれでいいのですが、場合によっては弾避けは面白くない、弾があるのは STG としての当たり前、って感覚がどこかにあるように見えるのです。そう見えるのは弾避けの面白さを追求しないなら、なぜ、敵弾を排除してから STG を考え直さないのだろうと思うからです。そんなこんなで、コーマ教で原点に帰り、難易度を抑えて奇抜なシステムも避けて、本来の弾避けの面白さを追求してみました。と、2002年当時リリースされていたドドンパチなどのアーケード弾幕シューティングについて語っていたんだ。ちょっと待ってください。あれで難易度を抑えていたの？確かにね。それにしてもそんな思いからコーマ教が作られていたとはびっくりですよ。そこから約20年、なんと東方プロジェクト×ケイブのドリームタッグが実現することになったんだよ。そして新作交流道で登場した EX ボスの姫虫桃代のスペルカード虫姫様の輝かしく落ち着かない毎日は、実はこのタッグの匂わせだったのではと言われているんだ。なんだよそれ、最高すぎじゃん。ドドンパチや虫姫様など人気の弾幕系シューティングを開発してきたケイブが、人気 IP でありシューティングゲームが原作となっている、東方プロジェクトのスマートフォン向けゲームを開発していることが昨年発表されたんだよ。またケイブは東方プロジェクトの許諾を受けて制作する新作ゲームのリリースを当初の予定である2022年中から延期し、2023年4月をめどに新たなリリース時期を発することを発表したんですよね。つまりダンカグみたいに東方プロジェクト公式公認のゲームなんだ。そうそう、このようにかなり力を入れているだけあって期待の作品なんだよ。というか、同人ゲームが逆に大手ゲーム会社が頼んで作るってすごいよな。東方プロジェクトという作品がどれだけすごい作品なのかがよくわかりますよ。マジで、東方プロジェクトという作品に出会ってよかったぜ。全体的なシナリオとグラフィックリソース等については開発が順調に進捗しているんだが、制作チームの中で、より細部に至るまで新たなアイディアとクリエイティブな試みようと2023年に延期を選んだようだ。東方アルカディアレコードと少し被るところもありますしね。クオリティアップのための延期とのことだけど、確かに同じ横スクロール弾幕アクションのアルカディアレコードと被るからというのもあるだろうな。今回の告知とともに、開発中のスクリーンショットも公開されているんだが、キャラデザインがケイブらしいものとなっているな。現時点でゲームの詳細は発表されていないんだけど、先ほども言ったように、横スクロールシューティングとなっていて、スクリーンショットには東方の主人公である白霊霊夢がスペルカードを使って戦う姿が書かれているな。どうやら今まで作ってきたシューティングゲームの極意を全て注ぎ込んだ完全新作のゲームらしく、ケイブの本気で作る作品なようだ。期待の星すぎてやばい。2023年が待ち遠しいですよ。本当にその通りなんだよ。また弾幕となるとちょっと苦手なイメージな人が多いと思うが、ケイブではさらなる初心者のために初心者向けのゲームモードノービスモードを作っているんだ。おそらく、これも搭載されるはずなので、弾幕ゲームが初めての人も気軽に触れられると思うから安心するといいぜ。それは嬉しすぎるシステムですよ。また情報が出次第また紹介していきたいと思うぜ。それでは次に紹介する、2023年期待のゲームは、東方荒野狂炎レッドエモプレスデビルだぜ。その東方荒野狂炎レッドエモプレスデビルってどんなゲームなんですか？東方荒野狂炎レッドエモプレスデビルは、東方プロジェクトを原作とした二次創作の弾幕シューティング系ローグライクアクション。幻想郷の住民たちが20人以上参戦するんだ。個性豊かなキャラクターを選択できちゃうんだぜ。たくさんのキャラクターを使えるなんてめっちゃ嬉しいですよ。
そんな仲間たちを使って、次々と襲いかかる敵を倒していき、アイテムを集めてキャラクターを強化し、悪魔の館コーマ間の攻略を目指すというものだ。シンプルながらとても面白そうな作品ですね。ローグライク要素は、マップを探索してアイテムを集める。手に入れたアイテムは3つ公開され、1つを取るという、東方プロジェクト最新作のバレットフィリアの闇市場のようなシステムとなっているな。そんなのめちゃくちゃ面白いに決まってるやん。アイテムを増やしてどんどん強くなれるというのがやっぱり快感だよな。さらに仲間も増やせるという、マリサのような収集家たちにとってかなりやり込めるものだろう。また魅力としては、無限のダンジョンと化したコウマ間。いざよい昨夜の能力によって、入るたびに姿を変えるダンジョンと化したコウマ間の攻略を目指していくんだ。いざよい昨夜は時は操る能力ですが、時間をいじれば空間も歪ませることができるという応用技でコウマ間の空間も変えているんですよね。それをゲームの要素として使うなんて非常に面白いですよ。そしてやはりアイテムを集めてキャラクターを強化。ハイテンポな強化システムと豊富なアイテムで理想のスタイルを構築できるんだ。現代って勉強や人付き合いで色々やることがあるのでゲームをやる時間が減ってきたので、テンポのいいシステムはありがたいですよ。さらにもう一つ東方プロジェクトの二次創作ゲームを作っているようなんだ。その名前が東方銀夜祭りフリーダムトレイン。銀夜祭りは、幻想郷を舞台にした弾幕アクションゲームだぜ。ほう、先ほどのダンジョン系とはまた違った作品なんですか。個性的な列車を乗りこなし、ランダムに変化するボスたちの撃破を目指すというものだ。迫り来る幻想郷の住人を撃墜することで、お金をゲットできるそうだぜ。川城に鳥と商談を行い強力なアイテムを手に入れて、戦いを有利に進めていくというものになっているぞ。列車に乗って戦うなんてめっちゃ面白そう。こちらの発売日は2023年12月1日となっているな。それにしても、ダンジョン系も作れたり、シューティングゲームを作れるなんて一体どこの大手サークルさん？こちらはなんと大学生2人で制作しているそうだ。学生さんが作ったゲームなの？学生2人でこんな面白そうなゲームが作れるなんてすごいよな。現代のゲームを知り尽くした人たちのゲームだろうからこちらもとても楽しみなゲームだぜ。それでは次に紹介する、東方プロジェクト二次創作神ゲーは幻想島幻郷の後継作品だぜ。こちらは前回の東方プロジェクト二次創作神ゲー紹介で取り上げたゲームですよね。まだタイトルとかは出ていないんですか？そうそう、だけど調べてみると体験版らしきものも販売しているようで、おそらく近いうちにリリースされるのではと考えられるぜ。コンセプトは東方×機械×狩り。おなじみの主人公であるレイムやマリサと共に、自由な空中飛行 &3D 弾幕で巨大な敵に挑むというものですよ。自由に飛び回ることができて、3D のスピード感ある空中弾幕ハンティングアクション RPG なんだ。レイムやマリサと共に空から攻撃し、格闘アクションとリアル感ある 3D 弾幕で、月面より幻想郷に現れた機械の敵を撃破していくというものだ。これは東方漢樹伝の設定で、妖怪の山に月の民の作った地上探査車が出現し、移動するたびに地上の植物を枯らしていた、というストーリーから来ているものですね。このゲームの魅力としては背景のグラフィックが半端ない。また格闘アクションと 3D 弾幕による、爽快感のある空中戦を繰り広げられるんだぜ。上下左右自由に空中を舞って、月面より幻想郷に現れた機械の敵に挑むというものだ。また武器がレイムで言うとお払い棒だけではなくて、刀といった激アツの武器も持たせられますよ。さらにすごいところが、キャラクターの表情表現をより豊かにする、ライブ 2D も搭載し、ストーリーも非常に楽しめちゃうんだよ。レイさんのおへそが可愛いっす。本当にスピード感があって非常にやりごたえ抜群だぜ。一体どんなサークルさんが作っているのですか？サークル名はミコの作法さんだ。株式会社フォーニクスクスに属していて、この会社では東方プロジェクトファンゲーム幻想郷ディフェンダーズ、不思議の幻想郷 TOD リローテッド、不思議の幻想郷ロータスラビリンス、舞花相馬郷といった名作を生み出してくれているんだよ。知ってる。どれも聞いたことあるものばかりですよ。本当にファンに嬉しいゲームをたくさんありがたいです。そして幻想桃源郷は、東方プロジェクトのファンゲーム屈指のグラフィックスで描かれた 3D 空中弾幕ハンティングアクションゲームなんだ。360度から迫る 3D 弾幕と、上下左右自由に空中を舞える格闘アクションにより繰り広げられる空中戦が特徴となっているんだよ。またこんな素晴らしい作品を制作した開発サークルのミコさん作法は本作が第1作目らしく、新作ではさらにクオリティが上がってくると思われるぜ。1作目でこのクオリティ、そうなると、これからのゲーム開発にもすごく期待ですね。そしてミコさん作法のツイッターを見ると2021年12月31日、おそらくコミケにて新作の体験版を売っていたので、もうすぐ発売される可能性があるんだよ。確かに、そうなるとそろそろ出来上がりそうな頃合いですよね。まだリリース日は分かっていないけどこちらも非常に楽しみな作品なんだ。モンスターハンターみたいな感じでどんどん主人公たちの装備が整っていくのが面白いんだよ。キャラクターも 2D や 3D となっていて、かなりのクオリティの高さに驚かされるから、第1作目もぜひやってみてくれよな。それでは次に紹介するのは、
幻想戦略6だぜ。名前から察するに戦略ゲームですかね？そう、幻想戦略6は東方プロジェクトのキャラクターと様々な能力を持つ妖精を率いて戦う RTS リアルタイム戦略シミュレーションゲーム。リアルタイムストラテジーといえば、海外ゲームのイメージが一般的なんだが、なんとついに日本で作られた RTS がついに発売を決定したんだ。それが幻想戦略6、ザ東方エンプライズ。これは新鮮なゲームですね。刻々と変化する状況に対応しつつ、プレイヤーは東方プロジェクトのキャラクターや妖精たちを指揮して用意されたミッションの完遂を目指していくんだ。ゲームの流れは、マップから資源を収集しつつ、建物を建築して自陣を拡大していくという感じだぜ。そして軍を編成して進軍、敵との戦闘を経てミッションを達成。勝負の決め手はスペルカードにあるようだ。スペルカードというと必殺技みたいなものですよ。各キャラクターの能力を活かして敵軍を蹴散らすのが攻略の鍵となるようだぜ。本ゲームは一人でプレイするストーリーモードに加え、最大6人で遊べるオンラインマルチプレイにも対応。さらに世界中のプレイヤーと協力対戦が行えられるんだ。おー、海外展開もされるんだ。そうそれだけ非常にクオリティの高いゲームだと思われるぜ。音響効果刀のスタジオ録音を使用したりとかなり力を入れて作られているんだ。さらにはオブジェクトの移動に応じて草が変形するようにしたりして、より草の現実感が増すように作っているそうだぜ。このこだわりようから見てかなりガチなゲームですね。これはめっちゃ楽しみですよ。今までにない異質なゲームだけにとても期待できちゃうよな。すでに新作を Steam ストアに公開しているからこちらも間もなくリリースされるはずだぞ。ぜひ皆さんもチェックしてみてね。それでは次に紹介するのは、幻想のバルキューレだぜ。東方スカイアリーナ開発元による真空戦アクションゲーム幻想のバルキューレですよね。もうあまりにも完成度が高く、非常に面白いのでずっとやってますよ。そう、この完成度の高さなのは東方スカイアリーナを作ったサークルである領域03だからだ。東方スカイアリーナというと、なんと CV を採用していたりと衝撃のクオリティを誇る作品ですよね。こちらのゲームの内容は、ガンダム VS ガンダムを意識したようなもので、仕様はかなり異なるんだけども、システムもステップやブーストダッシュ、霊力スパークなど、類似しているものがあるぞ。なるほど、元ネタはガンダムのゲームだったんですね。そちらもぜひともやってみたいですよ。そして幻想のバルキューレは空を自在に飛び、迫り来たる弾幕を避けてスペルを放つ、東方プロジェクトキャラクターによる空中対戦アクションゲームプロジェクトとなっているんだよ。より速く、より激しく、弾幕が乱れ舞う空戦アクションとなっていてやりごたえ抜群。またかっこいい装備が魅力的ですよ。あれは幻想鏡中に散ったバルキューレアームズ。装着者の飛行能力を何倍にも高める力を持つそれは、パートナーとして絆を深めるほどより速く、より強くなるというシステムとなっているぜ。弾幕ごっこが実際に、さらなる超スピードで体感できるなんて最高すぎますね。そうそう、超高速バトルを可能にするユニットバルキューレアームズをまとうことで、東方プロジェクトキャラクターとメカニカルなユニットの掛け合わせがビジュアル面を演出しているぞ。こちらは販売はしていますがまだ完全な完成版ではないんですよね。そうそう、今後のアップデートで完成されていくので、今回の2023年ゲーム情報に入れてみたぜ。ところでアップデートでどういった要素が追加されていくんですか？まずは使用可能なスペルの追加だ。特殊スペル、アクセルドライブスペル、アルティメットスペル等を追加するとのこと。そしてアビリティの追加、キャラクターを強化するアビリティの種類を増やしていくぞ。また対戦ステージとステージ BGM の追加だな。各キャラクターに対応したステージを追加するぜ。もちろんそのステージに合ったかっこいい BGM も追加されるはずだぞ。今作の戦闘 BGM は非常におしゃれで気持ちがいいんですよ。そうなんだよ。この世界観を彩るサウンドが素晴らしい。東方バルキューレの曲ってめちゃくちゃ完成度高いですけど一体誰が作っているんですか？なんとゲットインザリングの GCHM さんが作っているんだ。例えばダンカグで収録された東方ボーカルゲットインザリングブレイキングザサイレンスも手掛けているんだよ。神曲を作った人だったんだ。そうそう、パワフルな BGM が売りで私もめっちゃ好きな曲調だからバトルサウンド集を買ったよ。東方バルキューレの曲は超ハイテンションになりますよね。そしてゲームモードストーリーの追加。ストーリーに沿って対戦していくモードを追加していくようだ。ストーリーも楽しめちゃうなんて神すぎます。ちなみに、対応ハード完成時期未定となっているが、PC& プレイステーション4& ニンテンドスイッチで出すことを目標に開発を進めているとのことだ。ゲーミング PC を持っていなくても各ゲーム機でも遊べちゃうんですね。領域ゼロが制作する新作アクション幻想のバルキューレはこれからも随時アップデートにて追加していく予定だそうだ。2対2の対戦モード等まだ実装できていない要素を追加していくようだぜ。まだ実装されていないキャラクターのレミリア、チルノ、本命リン、クラウンピースと増えていくぜ。結構長いスパンで作っていて、クラウンピースの追加が2024年になる可能性もありますよ。こちらもまだ完全に完成されていないので非常に楽しめる作品だぜ。クラウンピースがどんな技を使うのか、演出が気になる。クラウンピースは特別演出があって、タイツが破けるというものがあるそうだ。それはスペシャル演出すぎん。
それではラストに紹介するのは、東方弾幕神楽ファンタジアロストだぜ。クラファン1億円を突破おめでとうございます。それではまず、東方弾幕神楽ファンタジアロストの詳細について解説していくぜ。弾幕神楽の生みの親、正体不明のスポンサー X、アンノーン X さんは、2022年10月28日に東方プロジェクトを原作とした公認二次創作ゲーム、東方弾幕神楽ファンタジアロストを開発中だということを発表したんだ。新作の発表の仕方かっこよすぎましたよ。本当にいきなりでびっくりしてしまったよな。そして東方弾幕神楽ファンタジアロストは、東方プロジェクトの人気アレンジ楽曲をプレイ可能なリズムアクションゲーム、東方弾幕神楽をスタンドアローン版として、全く新しいストーリーで書き下ろすリビルド作品だ。東方弾幕神楽ファンタジアロストは、2022年10月28日をもってサービス終了となったスマホゲームアプリ東方弾幕神楽の後継作なんですよね。そう、なので弾幕神楽で使われた楽曲やカードイラストは受け継ぎつつも、キーボード&マウス、コントローラー操作に合わせた譜面へとリズムゲームを再構成するんだぜ。さらに、荒廃した幻想郷を復興させながら滅びの謎を追っていく、弾幕神楽とはまた違う新規ストーリーも楽しめるようだ。東方弾幕神楽ファンタジアロストは、来年の2023年に PC Steam でのリリースを予定しているぞ。来年には遊べるのですか？ Steam にてウィッシュリスト登録受付中とのことだ。パソコンを持っていない人もいるので、スイッチ版も出てほしいところですよ。安心してくれ、クラウドファンディングが1500万円達成で、任天堂スイッチ版の開発が決定するとのことだ。おー、スイッチ版の販売もあるんですか？それは少し値段が張るパソコンを持っていない学生さんたちにとっては、あまりにも嬉しすぎる情報ですよ。クラウドファンディングはすでにページが公開されていて、一緒に弾幕神楽を復興を応援するファンをキャンプファイヤーにて募集しているぞ。返礼品の中には、あの弾幕祭でズンさんが掲げていたアンノーン X 大事がもらえるプランも存在していたんだ。ちなみにクラウドファンディングとは群衆と資金調達を組み合わせた造語で、インターネットを通して自分の活動や夢を発信することで、その思いに共感した人や活動を応援したいと思ってくれる人から資金を募る仕組みのことですよ。途上国支援や商品開発、自伝本の制作など幅広いプロジェクトが実施されているぞ。つまりインターネット上での寄付ってことですね。ちなみに資金の使い道は、すべてゲーム開発とリターン品に活用するとのことだ。目標を超えて資金が集まった場合、リターンの充実化を図るとともに、対応プラットフォームを拡大し、より多くの方々に満足いただけるプロジェクトにしたいと考えているとのことだぜ。そんな弾幕ファンタジアロストがクラウドファンディングをやっているんだが、目標金額1500万円という金額が金額なだけに資金が集まるのか不安もあるかと思われたんだよ。確かに、前回の解説で考えるにユーザーが学生さんが多いようだったので、ちょっと集まるか難しそうなところですよね。しかし蓋を開けてみるとなんと開始30分で目標金額である1500万円を達成するという異例の出来事が起きたんだ。さらに最高額である150万円プランも3人がすでに支援つまり少なくともすでに450万円以上集まっている状態になったんだよ。150万速攻で埋まったの？注意、とんでもない愛好者がいたんだ。その想像を大幅に上回る支援に運営も相当驚いたと思うぜ。現在もその勢いは止まらず、なんと1億円を突破。高めな目標の7倍ってマジ？そのお金どうするんですか？目標金額の上限を超えた場合は、リターンの充実や対応プラットフォームが拡大されることがあることから支援して無駄となることはないと思われるぜ。目標金額の 500% を達成したことで、ファンタジアロストのテーマ曲制作とゲームへの実装が決定。楽曲は前作のテーマ曲幻想に咲いた花と同じく、岸田教団座、明星ロケッツ×草野佳代子さんによる新規書き下ろしだそうだぜ。また、開発規模の拡大が決定し、多言語対応ダウンロード版のグローバル販売見たまカード図鑑実装曲のジャケット図鑑機能の制作も決定。前作では日本のみでのリリースだったんだが、今作では世界へ向けても展開しているんだぜ。グローバル展開も目指しているなんてすごいですね。2022年11月18日20時には新たにストレッチゴールを設定し、プロジェクトのさらなる拡大を目指すことを発表してるんだ。600% 達成時には、前作の弾幕ステージを本作向けに再構築した、原作の弾幕をモチーフの新リズムアクションモードを実装とのことだぜ。さらに、ストレッチゴールとして、支援金額が1億2000万円に到達した場合は待望のスイッチ版の物理パッケージ版制作が発表されているぞ。これは超絶期待大ですね。ストーリーもドラクエのシナリオライターさんが手掛けているから、非常に楽しみな作品だよ。募集期限は2023年1月9日までで、時間があるため、支援を行う場合は焦らず無理のない金額でするといいな。ちなみに、おすすめのプランも紹介しているのでよければ後でこちらを見るといいですよ。あとはが視聴者さんに教えてもらったんだけど、ファンタジアロストのレイムの瞳にうっすらとマリサが映っているんだ。
本当だよく気づきましたね。このことからレイマリに何か起きたのではと考察されているぜ。レイムの後ろのバック背景も衝撃の裏設定がありますしね。これだけの金額になると超有名なアーティストさんによるコラボ楽曲がおそらく登場するし、ストーリーも非常に面白そうなものとなると思うぜ。これはどうあがいても神ゲー確定ですよ。これだけで2023年は最高の年になりそうだな。また素敵な際どい見た目カードをお待ちしています。それ一番楽しみかも。さて以上が2023年期待の神ゲーだぜ。どんどん東方プロジェクトが盛り上がっていっている感じですよ。ああ、私たちもさらに視聴者さんたちが楽しめるようにこういった有益な情報を届けていくからまた楽しみにしていてくれ。視聴者さんがやってみたいと思ったゲームがあれば教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。